はい、こんにちは。お久しぶりです。何ヶ月ぶりの動画になるか、ちょっと覚えてないですが、久しぶりに動画をね、上げてみようかなと思います。今日はね、ハトメ穴って言ったり、聞く穴っていう言い方をしたりする、このベルトとかに開いてる穴っていうのをやっていきますからね。これがね、一つは、芯入れたやつで、芯が入ってない方で、こっちはね、ちょっと、ほつれやすいような生地の時にやっていく、穴を開けずに穴を開ける方法っていうのがあるんで、それをやりました。近くで見ると、こういう感じ。近くで見ると。で、裏はこんな感じ。裏はこんな感じ。裏はこんな感じで、動画が全部終わった後にちょっとなんでこんなに動画上げてなかったかなっていうのをちょっとだけ申し開きみたいなことを言おうかなと思ってるので、それ見たい人は見てください。では。じゃあ始めていきますね。ウールとか綿とか何でもいいんですけどね。穴を開けていくやつですね。トレンチコートのベルトとかについてるやつかな。出来上がりを見たらどんなのかわかると思うので、じゃあ始めていきます。これ生地用意してもらって、これだけだとなかなか弱いので、大体ベルトとかだったらこういう芯がね、こう接着芯なり、スレキがね、据えてあったりするので、こいつをね、こう挟んでもらって、だからこう、ハトメ開けるとこには挟んだ方がいいかもしれないですね、こういうもの。そうじゃないとちょっと弱いかなと思って。もしくは接着貼ってもらうっていうことですね。じゃあ今回ちょっと接着を貼ってやっていきましょう。接着を貼ってやっていきましょう。じゃあ、ハトメを開けるところに、ちょっとミシンをかけたいので、どれくらいのね、サイズでやっていけばいいかっていうのなんですけど、これ、チャコと穴開ける、ハトメを用意してもらって、ぎゅーっと、こう、ぐりぐりぐりっとこうね、こういう感じ。こう、ぐるぐるぐるっと、ちょっとね、軽くつけてもらって、ここに開けるとしたら、軽くふわふわふわっと置いてください。そしたらこの丸いマークがつくので、これがつくので、ここに引いてあげましょう。この丸の、2ミリ外ぐらいだから、丸そのままだと穴が開いちゃうから、2ミリ外ぐらいを四角く縫っていってください。こんな感じで。これなしで、やるときもあるんですが、一応ね、丁寧に、こんな感じで。ここをずーっと縫ってきてくださいね。で、縫ったものが、ここにありますんでね。ちょっとこっちの方がでかくなっちゃったけど。ものによっては丸く縫ってくださいねって書いてあるやつもあるんですけど、なかなか丸くは難しい。角ぐらいはね、こう、トゥトゥトゥン、トゥトゥトゥンって言ってもいいかもしれないですけどね。丸く縫わなくてもいいかなと思います。じゃあこれを開けていきますね。こいつ。いろんな大きさがあるんでね、例えばこういうガンって金槌で叩くバージョンのやつとか、このバージョンでも先を変えれるやつとかも売ってるので、ちょっと高いですけどね、それ。開ける大きさによってね、変えてもらえればいいかなと思います。これを開けれないって人結構いるんだけど、こうやって持って、この親指と人差し指に力を入れてあげると、結構開けれる。なんか別に、そんな力がなくても、と思うので、こんな感じで穴が開きますんで。じゃあ、次、穴糸。これ穴糸じゃなくてもいいんですけど、ちょっと穴糸太いので、3本よりを手縫い糸でやってもいいんですけどね。2本と1本に分けて、シュシュシュと抜いていきましょう。こいつは芯糸に使うので。じゃあ、ロー引きします。これミシン大きかったなと思った場合は、こいつ外さずに、この周りをバババってちょっと縫い直してもらえればいいかなと思います。縫ってから外してもらえれば問題ないかなと思います。これね、ロー引きしました。よりを1本抜いたんで、6番の針でやっていいかなと思います。で、芯糸を入れるか入れないかっていうのはいろいろあるんですが、ぺったんこにしたければ芯糸入れなくていいですけど、ぺったんこにしたくない人は芯糸入れてもらって、巻いてってもらえればいいかなと思います。芯糸を、ここから、ちょっとこれ、ミシン大きいから、あれにしようかな。ここまで通してもらって。で、こいつを巻いていきますからね。こいつを巻いていきます。玉止めして、やっていきます。これちょっと大きかったね。次、ボタンホールステッチで巻いていくだけです。こういう感じ。
とこれ大きかったから外れるか。こんな感じ。刺して、ぐるっと回して、ぐるっとやって。刺して、ぐるっと回して。まあボタンホールステッチと一緒なので、ボタンホールができる人は全然できるかなと。こいつがね、下にくるっていかないように、このシートをぐるぐるなんか縫っちゃうってる人もいるんですよね、丸く。僕、あんまりしない。理想といえばこれ隠した方がいいんですけど、大きめにしつけしといて、表と裏がずれなければいいんで、後から外しても全然 OK です。最後、この、つぶ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 っていうのがこの、ここにつぶ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 ってあると思うんですけどね、この内側ぐらいに。ここに引っ掛けて、ここに引っ掛けて、ギュッと引っ張ってあげて、で、そのまま、こっち側にも通してしまいます。よいしょ。こっち側に通してしまって。まあ、継ぎ目がどこかわかんない。で、最後、裏。ここに、シューッと通してくれれば。表に出ないように、後ろのかかってきたところにシューッと。これで通して多分抜けないと思いますが、念のため、今ここが縫われてるんですけど、ちょっとだけ返し縫いする。で、もう一回通す。これ。はい。これね。で、完成。でもこれで切ってもらっていいので。で、こんな感じに出来上がりましたんで、で、これをシュ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 とね、やってくれれば、こんな感じに出来上がります。ちょっとこれはみ出ちゃったけど、これはもう後から脱いでくれれば、まあね、肩ができるやつは、ちょっと大変ですけど。じゃあもう一回ね、おさらいっていうか、こっちはじゃあ芯糸なしでやっていきましょう。先ほどはね、芯糸を入れてやった。ちょっと盛り上がってるっすよね、こうね。こんな感じ。じゃあ次こっち側を、ね、芯糸なしでやっていきましょう。じゃあこれもうロー引きして2本取りにしたやつがあるんで、それでやっていきましょうね。で、玉止めして、じゃあいきますね。よいしょ。芯糸なしでかかっていきますね。こうやって、お尻の糸を回す。で、糸を引く。鼻から刺して、お尻の糸を回して、鼻から刺して、お尻の糸を進行方向に回して、よいしょ。これがね、ボタンを折るときも一緒なんですけど、シュッて刺して、もうここで持ってるんですよね。スーッてね、持ってて、ずっとこう持って、ゆっと回して、くるっと。で回すときにちょっとだけ針を回してあげる。このつぶつぶを中に入れたければ、ぐーっと、こっち側にギュッとやってあげれば、こっち側にギュッと毎回引く方向をね、変えてあげれば、真ん中になってくれるし。まあ、いろんなやり方ありますんでね、どれが正解というよりはもう自分がやりやすい方法でやってもらったら一番いいんですけどね。僕はこんな感じでやってるよっていうだけで、正解不正解あんまないのでね。このミシンのかけ方もね、いろいろあるんでね。ちょっと僕大きかったな、これ。まああんま変わんないか。芯糸入れようが入れまいが。結構上にこうギュッと引っ張るとね、あんま変わんないかもしれない。最初はあった方がいい気がするんだよな。ここがなんかあんまりこう、揃ってなかったりなんかすると、芯糸あった方が、後ろ側が透けて、まあでもこんなに目立つ色でやることも少ないとは思うんですがね。まあ糸をね、生地の糸と近しい糸にしてあげれば、そこまで汚いって感じにならないかなと思いますけどね。で、最後に引っ掛けてあげて、まあ引っ掛ける方向ってこっちからの方がいいとか、こっちからの方がいいとかいろいろあるかもしれないですけどね。粒丸にギュッと刺してあげて、ギュギュッと引っ張ってあげて、一番目立たないとこから、後ろに回してあげて、で、ここに通してくれればいいです。こういう感じで、ね、通してくれる。よいしょ。こんな感じ。こんな
な感じですね。こんな感じ。で、ここで切ってもらえれば OK です。じゃあもう一個はちょっとトワルでやりますかね。これでじゃあ接着貼ろうかな。で、もう一個のやり方っていうのがありまして、ほつれやすい生地とか、すごく、折りが甘い生地なんかの時にね、これもう接着芯貼りましたからね、にどうやるかっていうね、やり方があって、まあこれもね、それでやってもいい。ウールもそれでやってもいい。滑脱が怖い人っていうのがいると思うので、もうミシン当てずにもうやりますけど、ここに開けたいと思ったら目打ちでギュ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 ッと入れてあげる。こうやって。この時に目打ちちょっと温めてた方が肩がつきやすい。目打ちをアイロンに挟んで熱くしてあげた方が肩がつきやすい。ちょっとじゃあ黒で焼きましょうかね。2本寄りにした。もうふわふわのね、生地なんかは、そんなハトメなんかできないじゃん。ほつれてくるよ。場合には、もちろんそういう場合も後ろには、ちゃんとスレキなり、なんなりを据えて接着芯貼るなりしてあげてほしいんですけど、で、接着芯もこんなにブワって貼らなくていいと思うんですけどね。ここだけ、ハトメのとこだけでいいと思うんですけど、まあ今回。でも大体これハトメ入れるような場所っていうのは、入ってると思うので、はい、こう開けてあげます。で、これでかがっていくだけ。これぐらいかな。穴からこれぐらい出して、かがっていくだけ。だからね、これね、結構ね、厄介なことはあるんですけどね。これをキューッともう一回、形がちょっと微妙になったら直してもらって。昔の人、中世なのかその後なのかわかんないけど、近代ぐらいまで、こんなじゃなくて、猛禽類の爪でギュッてやってるのとかも見たことあります。だからリネンとかのやつとかこうやってるんじゃないかな。昔十何世紀とかの服とかは、山とかに近い人はトンビの爪とかもしかしたら落ちてるかもしれないんで、それを使っていただければ。まあ裏地とかね、穴開けると響いたりするようなやつはね、でもこの目打ち刺した時に響いたりもするから、なかなか悩ましいところなんですけど、まあ後でちょっと穴開けた方と穴開けてない方でちょっとね、厄介なことが多少あるんで、それだけ。穴開けてない方はちょっとね、端がね、細いベルトみたいなものに開けるときは端が広がっちゃうので、それだけは厄介なとこかもしれない。まあ、やってることは一緒で、5分もあれば多分できると思うので。で、ミシンなしでも別にこうやったらずれないようにね、ここ周りにだけなんか軽くしつけで押さえといてあげた方がいいとは思いますけどね。そう、引く力が一定じゃないとね、微妙になるんですよ。団子みたいになってしまうので、皆さんは手とかが当たらないような人が左右近くにいない方がいいかもしれないですね、人が。狭いところでやってるとやっぱり自由に糸引きづらいんでね、つぶつぶに通してもらって、シュッと引いて一番目立ちづらい部分から後ろに刺してもらって、こんな感じ。で、後ろのとこ。で、これを切ってもらえれば。裏がこんな感じで、表がこんな感じ。ちょっとサンプルをね、見せると、例えば裏地に開ける場合に、単にこうやってかがるだけのやつとかもあります。かがるっていうか巻くだけ。ボタンホールステッチせずに巻くだけっていうのもありますね。どっちのことはぺったんこになるんでね。うん。どっちがいいか。で、糸もね、ちょっとこれは細めの板でやったかな。うん。これ。まあ、どっち好き好きですね。これ本当に細い糸でくるくる巻いていくだけなんで、うん、どっちが好きかなっていう感じですかね。木の板縫い糸で巻いたのかな。確かね、僕の記憶では、ここは穴開けたんですよね。ここ穴開けてるんですよね。で、こっちは目打ちで引いただけなんですよね。そしたらやっぱここがボコって、なんかちょっと端がボコってなってるでしょ。それがやっぱちょっと出るかなーっていう感じですね。ここはボコボコってちょっとなる。でも穴開けるとあんまりならない。なりづらい。ここがボコとは。この端がね。うん。やっぱちょっと生地が押されるんでしょうね。ってな感じです。まあその違いぐらいで、まあこれが気になる人は穴開けた方がいいし、まあ裏地でこう弱いから破れたり滑脱したり嫌だなって人はもう目打ちで穴開けるって、それをかがっていく方がいいし。まあ好き好きですね。
てな感じで、今日は、ハトメ穴、聞く穴っていうやつですね。やってみました。まあ、どっちが好きかは皆さんやってみてください。動画の方ね、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございました。まあ、なんか久しぶりに動画を上げてちょっとうまく撮れてるかちょっとわかんないんで、ちょっと不安なんですが、なんでこんな動画上げてなかったのかっていうと、まあ、単に忙しかったっていうのはまあ一つあるんですけど、忙しかったって言ってもまあ動画ぐらい頑張れば上げれるじゃんって思うかもしれませんけど、っていうか、そうなんですよね。でね、ちょっとアトリエの方の改装をしようとして、こうね、なんか自力でやってみようと思ってやってたら、DIY にちょっとハマってしまって、なんかそれに本当にもうすごいこう、ギュッとフォーカスが向いてしまって、もうそれのことしかもう頭に考えれなくなりまして、まあそれのことしかって言いながら服とか作ったりとか、なんか服飾的なことをやってたんですけどね。で、それがなんか落ち着いたかなっていう頃に、こう、フォーカスがね、ちょっとこう、熱にうなされてる感じの時が落ち着いたかなっていう時に、僕一応こう見えても、こう、教室をやってるんですけど、教室にね、来てくださってる生徒さんがね、なんかこう、せっかくこう、アトリエを改装して、いい感じにしたら、ちょっと植物でも置いてみませんかって言われたんですよね。そしたらね、すごいしね、そこから植物をね、まあそんなものかって言って、まあちょっと植物屋さんをちょっと見に行こうかなと思って、おーって言って、なんかこれ可愛いなって、2、3個買ってきて、置いてみたら、そこからね、もう植物にめっちゃハマってしまって、ずっと今もう植物、まあでもそれも、今はもう落ち着いてきたんですけどね。植物にすごくこうフォーカスが向いてしまって、こう植物熱にうなされてしまって、ただもうすぐね、このアトリエの改装もあとちょこちょこで終わるし、植物もまあもう置くとこもなくなったし、ある程度こう成熟してきたのでてな感じで、まあ週1回か2回、月1回か2回ぐらいはまた上げていきますんで、よろしくお願いします、本当。なんか全然上げてないうちも、なんか前に、なんかね、1ヶ月に何人かをフォローしてくださって本当にありがとうございました。600人ね、ありがとうございます。ということで、これからもよろしくお願いします。ではでは、失礼します。